詐欺事件のお話ですね。ポケモンカードゲームプロトタイプテスト版、ほとんどのカードが2024年に印刷された偽物だということが判明します。海外のコレクターたちにどんどん拡散していって、こんなデータを持ち出すことができるっていうのは、ポケモンカードゲームの制作に深く関わっていた人物しかありえないので、はいどうも、おもちゃ業界歴30年、トレーディングカードゲーム怪人のカートナイトと申します。本日はですね、こちら。はい、いつもの気が重くなるやつでございます。詐欺事件のお話ですね。私ね、嘘つきが大っ嫌いで、詐欺事件とか追っかけたり、探偵みたいなことをしてるんですけれども、人を騙してね、お金を取ろうっていう奴らのことが本当に嫌いなんですね。なので、今回も詐欺事件の調査をしてまいりました。その名も、ポケモンカードゲームプロトタイプ詐欺事件でございます。海外のポケモンカードコレクターの中で、今ね、ものすごいホットなワードというかですね、大問題になっております。ポケモンカードゲームのゲームテスト版、プレイテスト版っていうカードがですね、世界中のコレクターの間で数十億円分も取引されていたんですが、これが詐欺だということで、インスタグラムを中心に世界中でね、大問題となってるんです。なんですけれども、日本人の間ではね、あまりこの事件が知られてないんですよ。なぜかというと、ポケモンカードゲームプロトタイプテストとは何ぞやと。日本向けにね、全然売ってないんですよ、この詐欺師のグループって。このポケモンカードゲームプロトタイプ詐欺事件について、詳しくね、調査し、まとめてきましたので、この動画が面白かったの、役に立ったなって方は、ぜひともチャンネル登録、高評価、その他ね、外国人のコレクターの方が困ってるよっていうことを見かけましたら、この動画のことを紹介してもらったり、私に連絡、コンタクトを取ってもらえれば、知ってることは共有させていただきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは本編行きましょう。それでは本編ですね。まずこのポケモンカードゲームプロトタイプ詐欺事件とは何なのか。そもそもね、ポケモンカードゲームプロトタイプって何ですかと。このポケモンカードゲームのプロトタイプについて説明していきます。まずですね、ポケモンカードゲームって、1996年5年の間に発売された、カードゲームで、世界中で今有名ですよね。当然この動画を見てる皆さんもポケモンカードゲーム知ってると思います。で、そのポケモンカードゲームを開発していたところっていうのがクリーチャーズっていうところなんですね。クリーチャーズっていう会社がポケモンカードゲームを開発したんですけれども、その段階でね、テストプレイ用にカードを印刷したものがあったんですよ。それがポケモンカードゲームプロトタイプと言われているカードになります。で、これは商品ではないので、あくまで試作品なんですね。一般流通するはずがない試作品。とりあえずポケモンカードゲームを正式に印刷する前にこんな感じでどうだろうかっていう風な、ネームみたいなもんですよね。そんなポケモンカードゲームのテスト用プロトタイプなんですけれども、なぜかそれがね、これは本物のプロトタイプだとして市場で取引されるようになったっていうところから、この事件はものすごい拡大をしていくことになります。このポケモンカードゲームプロトタイプを世に出した人物っていうのは分かっていて、赤羽匠っていう元クリーチャーズにいた、人が自分が個人的に所有していたポケモンカードゲームプロトタイプっていうものを、コレクターに売っただか、もしくは鑑定会社に直接持ち込んだかは不明なんですが、関係グループにいるのは間違いないみたいですね。この赤羽さんが。この赤羽さんの関連グループの人が鑑定に持ち込んだと。その際に持ち込まれた CGC っていう鑑定会社、カード鑑定会社が、これは本物なのかっていうところを赤羽匠さんと直接コンタクトを取ってインタビューをして、その結果、このプロトタイプは本物だっていうお墨付きの鑑定書をポンって押したんですね。ここまでだったらポケモンカードゲームを作った人が、テストプレイ用のカードを記念に持ってて、それをね、そういう経緯で持ってたんですって言った、お宝だっていうことで鑑定した、本物だっていう印鑑を押したっていうだけなんですけれども、2023年頃までポケモンカードゲームのアルファ版、ベータ版に存在するカードがあるなんてことは、全然ね、知られてなかったし、耳に水というか、そんなお宝があったのかっていう感じで、ポケモンカードゲームコレクターの間ね、どんどん話題になってくんです。CGC が鑑定した、本物と認めたポケモンカードゲームのプロトタイプ版をお前は知ってるか？知らない？そんなのがあるんだ。実は俺の友達がそのコレクターのグループと仲がいいから欲しいんだったらね、紹介してやるよ。マジか、助かる、ありがとう。500万円で買えるカードあるかな？任せろ、500万円で買えるカードも絶対あるはずさ。いっぱい持ってるみたいだから詳しく聞いてみるよ。ありがとう、助かるぜ友よ。こんな感じでね、コレクターの間でね、めちゃくちゃ話題になって、どんどん拡散してって高額で取引されるようになったんですね。そんなポケモンカードゲームプロトタイプテスト版、なんとほとんどのカードが2024年に印刷された偽物だということが判明します。なぜ2024年に印刷されたカードであるかっていうのが分かったかというと、ドットパターンっていうゼロックス社製のプリンターに印刷時期を特定できる特別なインクパターンっていうのが、印刷物に全て仕込まれるようになってるんですよ。そのドットパターンを解析した結果、これは2024年に印刷されたもののドットパターンが含まれていると発覚し、1996年のプロトタイプとされるカードが2024年に印刷されているというデータが入っているのは間違いなく偽物になるんですね。そもクリーチャーズを退職した赤羽さんが持っていたカードっていうもの自体が本物なのかなど、いろんな憶測が飛び交っている状態となっております。というかですね、当初はですね、私が個人的に所有してたものだと赤羽さんが言っていたものにもかかわらず、なぜか数十枚もあったり、同じカードがね、リザードンが何十枚もあったりとか、なぜかね、後々からどんどん実は存在してなかったポケモン図鑑とかあるんですよっていう風に、なぜかね、市販されてたカードかのようにどんどん種類が増えていったんですね。最初に日本人でこの事件をね、あまり詳しく知ってる人がいないって言ったんですけれども、日本に生きててポケモンカードゲームプレイしててプロトタイプテスト版なんて聞いたことも見たこともなければ、そんな
なものなんてね、全然ね、あるはずがないじゃないか。昔からカードゲームを遊んでる日本人にとっては、もう寝耳に水というか、いや、ありえないだろ、そんなもの、みたいな感じで、日本では全く入らなかったんですね。なんですが、先ほども言った通り、海外のコレクターたちにとって、そういうものが実はあったらしいみたいな話が、どんどん拡散していって、それに味を占めて偽物をどんどん印刷して、どんどん売ってる悪い詐欺師がいたんですね。では、ここでね、元クリーチャーズの赤羽匠さんについて、ちょっと深掘りしていこうと思います。まず登場人物1人目ですね。この赤羽さんが、ポケモンカードゲームのプロトタイプテスト版を世に放った人物だとされています。実際にコレクターの人が、この赤羽匠さんからもらった、ないし赤羽匠の甥いからもらった、などという風な発言を過去にしている人がいて、そこからね、存在が明らかになっていくんですが、最終的にね、鑑定会社の CGC が、このポケモンカードゲームプロトタイプテスト版は本物ですかと、赤羽匠さんに直接聞いて、本物ですと、私が所有していたものを売りましたっていう風なインタビューが残っております。またこのポケモンカードゲームのプロトタイプテスト版の他にもですね、ナンバーワントレーナーですとか、トロフィーカード、いわゆる限定カードですね、世界に1枚しかないはずのトロフィーカードの印刷データを持ち出したという疑惑まであります。そういう特別なカードの印刷データにアクセスできる人間っていうのは本当に限られた一握りの人間だけなので、元クリーチャーズの人間であればそういうのを持ち出すことは容易であると思いますし、実際にナンバーワントレーナーやポケモンイラストレーターなどのフォイルが入ってないノンフォイルバージョンっていうのが取引されてたりもしてて、これに関しては精巧な元の印刷データがあれば作ることが可能なんですね。で、こんなデータを持ち出すことができるっていうのは、それこそポケモンカードゲームの制作に深く関わってた人物しかありえないので、印刷データを持ち出して世に流出させたのはこの赤羽さんじゃないのかと目されています。実際のところはよくわからないんですが、偽造関連の全ての黒幕は赤羽さんなんじゃないかっていうのが今コレクターの間ではね、騒がれている状況です。続いての登場人物はですね、秋葉原のロータスさんですね。このロータスさんっていうのが実際にプロトタイプカードを販売していた店舗となります。九州福岡県の古賀市、そして博多、福岡市、そして秋葉原にも店舗があるんですが、このね、店頭でポケモンカードゲームのプロトタイプをずっと販売してたんですよ。なんですが、再三言っておりますが、日本人にとってね、ポケモンカードゲームプロトタイプテストとは何ぞやという形で、全然ね、見向きはされていなかったんですが、海外の人がこう直接ロータスに行って、これが本物かっていう風にしげしげと見ている様子っていうのは実際何回も目撃されています。で、そんなロータスさん、海外の人が来ることはあっても、日本人のお客さんが来てるっていうところは正直見たことがないっていう声が大量に上がっております。私も見たことありません。そんなロータスの運営会社はハウスリサイクルさんっていうんですけれども、社長はね、江川匠っていう方なんですね。そんなハウスリサイクルを裏で手を引くね、人物が実はいるんですよ。赤羽匠さんとつながる木村陽介。海外のコミュニティでは赤羽匠の甥とされるのがこの木村陽介とされています。実際のところはよくわからないんですが、この木村陽介さん自身はクリーンライフサポートの、代表取締役社長という風に名乗っていて、実際に赤羽さんの親戚かどうかっていうのはちょっとわからないんですよ。ただ、この木村さんがプロトタイプカードを海外のオークションに持ち込んだり、ナンバーワントレーナーですとか、そういうカードを実際に海外のオークションに持ち込み役をやっていたみたいです。で、そんなクリーンライフサポートなんですが、2023年に破産しております。そんな2023年に破産したクリーンライフサポートの社長はなんと木村陽介さんではなく、木村姓を持つ全く別の人物の名前でした。こちらはクリーンライフサポートが倒産する前の社屋の写真なんですけれども、拡大していくと、なんとここにハウスリサイクルの旗が立っていますね。そう、このクリーンライフサポートと、ハウスリサイクルっていうのはほぼ同一視してもいいぐらい、もう密接な関係なんですね。そんな木村さんなんですが、いろんなことをやっておりまして、ネットフリックスのキングオブコレクターズっていう番組の第2シーズンに、木村さんと関係者の横瀬一世っていう方が、2人ともね、ネットフリックスの番組に登場してます。番組のリンクはね、概要欄に貼っておきますので、よかったら見てください。その時はね、オークションハウスの有名なゴルディンっていうオークションがあって、そのゴルディンの番組なんですけれども、そこにはね、ポケモンナンバーワントレーナーなど、高額カードを持ち込む様子が実際に映っております。そんなネットフリックスにも出演するような有名な、ね、木村さん、そして横瀬さん。この横瀬さんなんですが、なんとね、ロータスの入っていたところで、パパポケっていう名前でですね、実際に店舗を営業していたみたいです。そんな横瀬さん、パパポケさんのやっていたショップは、すでに閉店済みなんですが、閉店する前に、ロータスさんが出店できないかっていう交渉を実際にしていたみたいですね。自分のやってるお店をロータスとして再出店できないかという交渉をしていたみたいです。こんな感じでどんどん怪しい登場人物が増えていくんですけれども、一旦人物紹介をこの辺で終わりにしときましょう。人物紹介をしていくとですね、長くなってしまいますし、どんどん人が増えてくると分かんなくなってきてしまいます。正直赤羽さんとロータス、そして木村さん、っていうのが分かってれば十分なんじゃないかなと思います。はい、今回の動画は紹介編っていう形で、軽くなぞるような仕様になってますので、またね、会社とか人物に関しては深掘り編で、紹介していきたいと思います。
さて、話を海外市場に戻しましょう。コレクターの界隈では大混乱が今も続いています。数千万円、数億円を払ったっていうコレクターがね、大量にいるんですね。で、それで、苦労して入手したコレクションが実は偽物だった。偽物どういうこと？これは信用できるっていう風にオークション屋が言ったから買ったのに、偽物ってどういうこと？誰が責任を取るんだ？という風に大問題になってます。そもそもこのポケモンカードゲームプロトタイプが世に出たのは、この赤羽さんが世に放ったから。そしてそれに本物のお墨付きをつけた CGC さん。あなたが悪いんじゃないか。っていう風にですね、いろんな会社が責任の所在について、もうすったもんだのガタガタと、ものすごいね、状況になっています。この CGC の鑑定済みになっているもの以外にも、素の状態のプロトタイプテスト版っていうのをもう所持している人もいますし、いろんなね、さっき言ったゴルディンのオークションですとか、いろんな有名なね、老舗オークションにも出品されていたみたいで、そうなるとね、オークションハウスが責任を取らないといけないとか、オークションハウスがなぜ本物だと思ったか、それは CGC だとか、責任のなすりつけ合いになってるんですね。そんな中、鑑定会社の CGC からの対応について説明します。現在ね、ポケモンカードゲームプロトタイプの鑑定を全て休止している状態で、気になる場合は再鑑定を受け付けるっていう風に発表してるんですよ。今まで本物だっていう鑑定書バンバン作って発行して売っていたんだけれども、気になるのは鑑定してあげますよ。はい、ありがとうございます。預かりました。これは偽物。鑑定書剥がします。バリバリ。そんなん通るか。ふざけるな。お前らのせいで俺たちは、鑑定書がついてるから本物だと思って買ったのに、実は偽物出してなんてそんなん通るわけねえだろっていう風に批判が大殺到しています。さらにそれからね、 CGC は返金について受け付けるみたいなことを言ってるんですけれども、正直全てのカードに関して保証をするってなったら数十億円の被害がありますから、会社が軽く潰れますね。なので今後の CGC の対応について非常に注目が集まってます。と同時に、誰が犯人なんだということで、海外のコミュニティでは関係者について、必要なね、調査というか、聞き取りが行われているみたいです。とはいえ、海外で有名な話であり、日本でね、詳しく操作できる人っていうのがなかなかいないんですよ。なんでね、私がこうやってまとめたりしてるわけなんですけども、実際にね、いろんなことを調べています。なぜクリーンライフサポートが倒産したのか、ハウスリサイクル社の実際やってたことは、どういう風な財務状況だったのかとか、現地に直接行ってみたりとかね、このクリーンライフサポートとハウスリサイクルと、非常に仲が良いとされている株式会社ユーシンですとか、その他にもね、関連している会社さんっていうのが大量にあるんですね。一体この人たちは何をやっている人なんでしょうか。非常に気になりますよね。本件は被害額も非常に大きく、国際的な詐欺事件になる可能性が高く、警察が動くかどうか、オークションサイトが被害者の返金をどうするのか、オークションサイト自身が犯人を追及してくれと、申し立てを立てる可能性もあります。これからどうなるのか、警察の捜査が入るのかと非常に注目が高くなっております。また、この件から鑑定会社 CGC に対する信用っていうのがものすごい失墜していて、鑑定品だから大丈夫っていう、その鑑定されている、心眼鑑定をしているっていう、本当か？俺たちは一体何にお金を払ってるんだ？心眼鑑定をして、これは備品だ、本物だっていう風な、そういうためにお前らの鑑定はあるんじゃないのかっていうところから、鑑定会社に対する信頼に関してもかなり揺らいでいる状況です。ただ、こういう怪しい商品を鑑定する、鑑定しないっていう、いろんな鑑定会社があって、しないところ、するところっていうのがあって、今回は CGC さんが対象になってしまったんですけれども、怪しいものに関しては鑑定しないとか、そういう固い鑑定会社さんっていうのが今後好まれていくんじゃないかなっていうところで、今後ね、コレクターが気をつけていかないこととしては、鑑定されているから本物っていう視点はしないといけないっていうことですね。実際に PSA 鑑定品の偽物ですとか、偽のケースとかいうのが出回ってて、もうやっぱりね、これも海外コレクターの間で2022年頃にね、話題になって、もう大問題だからあいつと取引するなみたいな、あいつから取引したら偽物が届くみたいな話題になってたりしてるんですね。そんな偽物を流出させた人物が今回の詐欺事件にも関わっているとかいう噂もありまして、もう大変混迷を極めておりますね。また、この話題の中心となったポケモンカードゲームプロトタイプテスト版、まだね、秋葉原のロータスに行けば見ることができるかもしれません。この動画を見た人でね、気になる方はね、どうせだったらロータスさんにお邪魔してみて、このお店が例の、みたいな感じでね、これが例のプロトタイプか、みたいな感じで見てもらえると、いいかもしれません。ぜひぜひ、東京近郊に住んでる方とかね、ぜひね、一度ロータスさんに行ってみてはいかがでしょうか。はい、ここまで動画を見ていただきありがとうございました。非常にね、長かったと思います。すごい簡単な話、プロトタイプテスト版っていうカードがあるという風に、偽物のカードを印刷して売ったっていう、そういう感じの事件だと思ってもらえれば、それでいいんですけれども、大きな詐欺事件って犯人を追っかけることができなくなるように、複雑に分かりにくく、人物関係がどうなってるのか分かりにくくね、ものすごい詐欺師がね、気をつけて構築してるんで、説明するとめっちゃ長くなっちゃうんですよ。人間って人を疑うときに証拠を求めるもんなんですよね。そう、確たる証拠がないと、それ疑うのはおかしいよっていう人が大多数なので、確たる証拠っていうのが出る前に逃げてしまえばいいんですね。その他関係者とか、いろんな事件をね、めちゃくちゃ増やすことによって、この部分の確たる証拠が足りないから、それで批判するのはおかしくねみたいな感じの人を生んで、うやむやにしてる間に商品を売りまくって、数億円持って逃げるっていうのが詐欺師たちの目的なんでね、説明すると長くなっちゃうのは詐欺事件特有のね、もう仕方がないことなんですね。なんで、この事件に関しては、
ら、もうポケモンカードゲームの偽物を数億円で売ったっていう、とんでもない奴らがいるっていうぐらいの事件だと思ってもらっても結構です。詳しく知りたい方向けには今度ね、深掘り編っていうのをまた撮っていきますので、そちらの動画もぜひよろしくお願いいたします。それではここまで動画を見ていただきありがとうございました。まあね、ポケモンカードゲームに限らず、詐欺師の集団、けしからん集団ってのはめちゃくちゃいますので、まあこの動画のようにね、巨大な詐欺事件に巻き込まれる可能性ってのは常にありますから、皆様も偽物のポケモンカードゲーム、捕まされないように、怪しい話には乗らないようにお気をつけください。もう鑑定品の偽物とかね、偽造品のゴッホピカチュウとかね、私もメルカリで買って今ね、ちょっといろいろ追っかけてるんですけれども、そういうのはいっぱいありますのでお気をつけください。それではまた次のね、深掘り編を見る方はぜひともよろしくお願いいたします。また情報が新しく入り次第と思っておりますので、そちらもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。その時まで、さよなら、さよなら、さよなら。